霊夢面白い話があるぜ。どうしたの？マリサ、桐島聡がついに見つかったんだぜ。桐島聡って重要指名手配の？そうそう日本全国の犯罪者の憧れだぜ。は？何言ってんの？だって半世紀の間も日本の警察をかいくぐり、最後には自身の死を悟って本名を明かす。こんな指名手配犯は日本でも類を見ないぜ。まあ前代未聞の犯罪者なのは分かったけどさ。というわけで今日は私が、リアル逃げ恥の桐島聡についてもっと詳しく解説するぜ。どうでもよ。それじゃあ解説に移るぜ。それじゃあ解説していくぜ。帰りたい。桐島聡は1954年の1月9日に、現在の広島県福山市で生まれるぜ。その後広島県尾道北高校に進学するぜ。学生時代はどんな人物だったの？そうだな同級生の証言によると、普段は地味で目立たないが、体育祭などの学校行事はクラスメイトと一緒に汗を流していた。どっちかというと陽気な男で人と一緒に行動する。追いかける。言い方はいろいろあるけどそういう感じよ。ああクラスの中心人物の取り巻きって感じかな。まあ、そうなのかな？でも今のところは指名手配されるような人とは思えないわ。そして高校卒業後は、現役で明治学院大学の法学部に進学するよ。勉強は結構できる方なんだね。そして入学後は映画研究会に入部するよ。しかし熱しやすく冷めやすい性格からか、1年で退部したとのことだ。そして桐島20から21歳の時、連続企業爆破事件の複数のテロ事件に関与している。いきなり？さっきまで普通の大学生だったよね。これはあくまで予想に過ぎないが、熱しやすい部分の熱が異常なのかもしれないな。そして1975年4月19日に、爆発物取締罰則違反容疑で指名手配されている。ついに来たね。翌月、同じ武装戦線の7人が逮捕されたのを契機に逃亡。そしてここから46年間の逃亡生活が始まるのね。その後、捕まったメンバーの一人が桐島の家の鍵を持っていたことがきっかけで、全国に指名手配されるぜ。この写真、日本人なら誰でも見たことあると思うわ。重要指名手配された後に銀行で金を下ろし、31日に潜伏先から実家に電話をかけている。指名手配されているのに、内容は？岡山と女と一緒にいる。金を準備してくれ。このゴミを呼んで金の要求かよ。それを聞いた父親が悪いことをしたんだから実施しなさいと言うと、組織の人がいるので、そうはいかない。組織があるから逃亡できる。国外に逃亡することも考えている。と答え、電話は切れたそうだ。最低の親不孝野郎ね。1982年には、桐島と同時に指名手配されていた元大学生が逮捕されている。この時点で、一連の爆破事件で逮捕されていないのは桐島ただ一人だぜ。他の人はちゃんと捕まったのね。その数年後、桐島は内田博と名乗って神奈川の工務店で働き始めるよ。偽名を使って働けるものなの？基本は身元の確認をしないで雇用はしないわな。ただ後ろぐらい過去を持つ人も世の中にはいるから、そういう職場もあるにはあるよ。もちろん過去の行いを反省してる人もいるけど、桐島みたいにそういう場所を悪用してる人がいるのも事実ね。桐島は工務店で住み込みで働いており、職場の近くの2階建ての寮に住んでいたよ。そして2024年に亡くなるまでここに住み続けるぜ。ずっとここなんだ。よく見つからなかったね。また、住み込みで働き始めて少し経った頃、工務店近くのバーでバンドを結成するぜ。犯罪者のくせに人生楽しみすぎでしょ。リアル泥系の商社の特権だな。店の人たちからはウーヤンという愛称で親しまれ、店の仲間とギターを奏でたり、バーベキューやスキーに行き、活動的でよく遊んでいたとのことだ。いや本当に人生を謳歌しすぎでしょ。おかしいだろこんな世の中。とある店では愛の手を入れてダンスしたりと、常連客からも人気だったそうだ。いやもういいよ、お腹いっぱいだよ。しかし時々犯罪者としての素顔を見せることもあったそうだ。酒に酔うと知らないお客にも悪態をつくので、飲ませるのは決まって4杯までにしていたそうだ。ほら言わんこっちゃない。この手乱が原因で地元の飲み屋は何軒も出禁になっていたそうだ。警察沙汰になって捕まればよかったのに。また自宅でも騒音トラブルを起こし、近隣の住民から苦情を入れられることもあったそうだ。やっぱり元爆弾魔だけあるわ。それ関係あるか？そもそもなんで桐島は50年間も逃げ切れたんだ？逃亡犯の割には普通の生活してるし。普通の生活をしているところがポイントなんだよ。どういうこと？桐島が属していた東アジア反日武装戦線には、潜伏活動を行う上でのマニュアルがあった。
内容が少し気になる。最初に近所付き合いは浅く狭く、しかし近隣の住民との挨拶は深しとある。周囲の人間との関わりをゼロにしようとすると逆に怪しまれるからか。まあ何事もやりすぎは良くないってことだな。次に生活時間を表面上、市民社会の時間に合わせるだ。これは霧島は工務店で働いていたから自然に守れているね。そして極端な秘密主義は墓穴を掘るだ。自身の情報を一切開示しないのも怪しまれるし、すべて嘘の情報を伝えるのもいつかバレてしまいそうだしね。自分が出す情報のコントロールが大事なんだな。でもそんな生活を50年もの間守り通したのね。人前でお酒を飲んだり危ない部分はあったけどな。しかしそんな彼も病魔には勝てなかった。2024年の1月14日工務店近くの路上で、倒れているところを通りすがりの夫婦に発見され緊急搬送される。霧島は末期の胃がんだったのだ。その11日後の25日に内田と偽名を使っていた彼は、最後は本名で迎えたいと話し、自身が霧島聡であることを明かしたよ。そして4日後の29日に亡くなったよ。それにしても長生きしすぎでしょ。こうして50年の逃亡劇と霧島の人生は幕を閉じたぜ。2月の27日には DNA 鑑定の結果霧島聡本人と断定。容疑者死亡で書類送検されたぜ。これは被害者の遺族もいたたまれないわね。霧島の家の近所の住民にインタビューをしたところ、全員があの人がとびっくりしていたそうだ。それだけ一般市民を演じるのが上手かったってことね。中には亡くなったことを伝えると泣き出す人もいたそうだ。それほどの人間か？地元でも愛されていたんだな。霊夢お前にも死んだ時に泣いてくれる人ができるといいな。いやいきなりなんだよ。私のことはいいでしょ。しかし結局霧島の逃げ切りか。すごいな。罪なき人をたくさん殺して50年間もこそ逃げた奴のどこがすごいんだよ。まあそう言うけどさ霊夢。このニュースを見て元気づけられた逃亡犯もたくさんいると思うぜ。いや早く実施してください。というわけで今回の動画はいかがだったかな。このチャンネルではこうした犯罪者の生い立ち魅力について語るぜ。不謹慎注意ね。他にも紹介してほしい人がいたらコメントで教えてくれ。次回は誰を紹介する予定なの？次回は北九州監禁連続殺人事件の犯人、松永太を解説するぜ。あの事件前にテレビで見た時に吐きそうになっちゃったのよね。でも事件の内容より犯人の生い立ちに焦点を当てるから大丈夫だよ。そうかな。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。